はい、皆さんこんにちは、石野香穂です。今回はいい作品の選び方というテーマでお話をさせていただきます。先日こんな質問をいただきました。私はとある書道団体に所属しており、段級を取得するために毎月作品を出品しています。スムーズに昇格する時もあれば、何ヶ月も昇格しない時もあります。そこで日展作家でもある香穂先生のご意見お考えをお聞かせいただけると嬉しいです。審査員の方はどのような作品をいいと判断しているのでしょうか？また審査員の方が作品を審査する上での評価基準があればぜひ教えていただきたいですということですね。すごくいい質問だと思います。実際に私自身も作品出品っていうことで言うと、全国規模の展覧会に何度も出品したことがあって、実際に審査される立場にもなったことがありますし、審査員の方がどういった目で自分の作品を見るのかっていうのにすごく考えてた身なんですよね。なので大体この審査員が見るポイントっていうのは熟知しているつもりです。あとは私自身今は自分の団体の審査員っていう立場で何千人もの作品に目を通して審査をさせていただきましたので、そういった観点からも今回はお答えできるかなと思いますので、今回お話しさせていただく内容を取り入れていただくことによって次の昇格試験の時に昇級しやすくなるかもしれませんよというお話です。ただ今回お話しさせていただく内容というのはあくまで私の主観です。各団体さんによって審査基準は異なると思いますし、審査員の好みなどもありますよね。たくさんの審査員いろんな考え方がある中で私の意見、そういう考え方もあるんだなっていう風に聞いていただけると嬉しいです。審査員がいい作品を選ぶ時のポイント1つ目は堂々と書けているかどうかです。堂々とってちょっと抽象的すぎてわかんないですよね。まずはじゃあ堂々と書けてる方書けてない方、一応私お手本書きました。藤原助正という日本の平安時代の書家なんですけれども、その人の作品2枚、私が臨書したもの2枚出します。はい、こちらです。どっちが堂々としているか。堂々と違う言葉で言うと、どちらが迫力があるか、どちらが元気いっぱいに見えるか、どちらの方が勢いを感じるか。その見方で見てみるとなんとなく答え分かってくると思います。正解はこちらですね。この作品の方が迫ってくるものがあります。感じるものがあるんですよ。実はこれ私2つとも同じ日に書いてますし、字のサイズ感変えてないんですよ。同じような心持ちで書いたつもりなのに、後から見てみるとこっちの作品の方が大きく感じる。スケールが大きくてゆとりがあってっていう風に感じる。小さく書いてるのになんかこの人が書くと字でっかく見えてるみたいな、そういうのって上手い人の共通点だったりするんですよね。じゃあみんなが堂々と書けるようになるにはどうしたらいいのかっていうと、これはもう練習量に尽きると思うんですよ。迫力あるように書いたり、元気のある字を書こうって言って思いっきり筆動かしたりとかしても、なかなかスケールの大きさっていうのは表現できるものではありません。これは練習量をこなして自分にある程度の自信をつけて、こんだけ練習したんだから私は大丈夫っていう安心感のもとでないと書けない線だったりします。それが堂々とした線なんですよね。うまく書きたいって思いが強すぎると逆に線が萎縮したりとかして堂々とした作品にはならないので、ある程度字形を覚え込ませたら、もうあとは自分の線で書く。お手本にとらわれすぎずに、聖書は全て今までやってきたこと、覚えたこと忘れて無になって取り組むとか、そういうのが意外と効果的だったりすると思うんで、ぜひこの堂々と書くっていうポイントを意識して、やってみてください。審査員がいい作品を選ぶ時のポイント2つ目は気脈が貫通しているかどうかです。気脈っていう言葉も、それが貫通するっていう意味もちょっとよくわからないっていう方が多いんじゃないかなと思うので、まず気脈についてこちらの画像をご覧ください。赤い矢印で表示してあるのが気脈の発生があるところです。文字と文字をつなげるっていう連綿線は用いていないんですけれども、気脈が貫通しているっていうのは、たとえ文字と文字はもうバラバラになってたとしてもです、筆がたどる道のりをこう結んでいくと、全て1文字目から5文字目まで全部気持ちが貫通していますよ。これなんですよね。もしこの気持ちの貫通がない場合には、その作品はバラバラに見えてしまいます。今回は分かりやすいように草書でお見せしたんですけれども、楷書などでも全く同じことが言えます。楷書は一字一字並べるイメージをお持ちの方が多いと思うんですけれども、そうであった場合ほど、例えば文字と文字の間しっかりとって文字の終わりから文字の始まりまで自然に流れて見えるように、今度は文字の間の隙間を工夫する必要があったりするんです。どの書体でも気脈の貫通っていうのはとても大事な要素になりますので、ぜひ意識してみてください。
審査員がいい作品を選ぶ時のポイント3つ目は、余白の響き合いが見られるかどうかです。まずこちらの画像をご覧ください。余白の響き合いってあまり聞き慣れない言葉かなと思います。私は余白の項とか言ったりもするんですけれども、こちら6つの丸がありますよね。まず A をご覧ください。A で記した丸2つ。これ実は余白同士が呼応しています。響き合っている。対角線上に同じ大きさの余白を置くことによって余白の響き合いを生んでいます。それ以外にも B の丸を見てください。下の右上にある余白とことの左下にある余白。これも対角上に同じ程度の余白を配置して余白を響き合わせているという意図があります。何の下にある右下の C の丸と一番左上にある C の丸。これも対角上に置いて交差させているのがわかるでしょうか。こういう余白を大切にして余白の表情同士を響き合わせる。とても高度な技術です。でも、書の魅力ってどこにあるのかっていうと、実は字形ではありません。もちろんこれは私の考え方なんですけれども、字形を気にしているうちはいい作品が書けないとすら私自身は思っています。字形ってお手本があれば誰でもその通りに書けば取れるものですし、字形を磨いていっても本当に作品にした上で書としての魅力を感じるかどうかっていうと、実は形だけでは何も感じません。じゃあどういうところに魅力を感じるのっていうと、余白です。余白って実際目に見えないものというか、見るのはやっぱ字じゃないですか。でも実際人が美しいって感じる要素って余白なんですよね。余白が上手に取られていて、その余白が心地よく響き合っていてっていう状態の作品を人は美しいと感じます。今回の例は極端に余白の大きさ揃えてみたんですけど、基本的にはこの余白の響き合いにはポイントがあります。これ現物ですね。パッと見た時に今みたいな細かな余白っていうのは実は審査員は見てません。それはポイントとして要素としてもちろん含まれてるんですけど、パッと見た瞬間の余白っていうのはやっぱりこういう風に、ここに大きな余白がある、ここに大きな余白がある、ここに大きな余白があるっていう、だいたい3つぐらい見えてくるわけです。半紙の作品とかだったら。そういう風にトライアングルに余白が置かれてると、美しいって感じやすくなるんで、皆さんが行相の作品書かれる時とか、または楷書とか隷書とか全くそういうの関係なさそうな作品を書く時であっても、例えば楷書でいう右払いの上って基本的に余白になったりするじゃないですか。楷書でいう左払いの上って基本的に余白になったりしますよね。そういうところをトライアングルに配置するように字形を工夫してみたりというかっていう風に配慮をする。これだけで効果絶大だと思いますし、作品が美しく見えやすくなる。審査員はそういうポイントをしっかり見ていますので、これを取り入れていただくことによって昇級しやすくなるかも。はい、ということで今回は審査員がいい作品を選ぶ時のポイント3つお話しさせていただきました。まず1つ目が堂々と書けているかどうか、迫力とか元気とかそういうのがあるかどうかっていうことですね。2つ目が気脈が貫通しているかどうか、文字と文字のつながりですね。気持ちが途切れていないかっていうところを見てます。で3つ目が余白の呼応があるかどうかですね。字形よりもさらに一歩進んだところになるので、もしかすると上級者向けかもしれない。昇級にはあんま影響ない部分かもしれないです。昇段したい方とかだったら結構そういう高度な技術のところも見られるかなと思いますので、ぜひ意識してみてください。先ほども言いましたけど、もちろん団体さんによって評価基準っていうのは全く異なってくると思いますので、あくまで私の考え方になります。作品出品するとか、いろんな機会皆さんもあると思うんですけど、自分で作品選定しなきゃいけない場面に遭遇する時ってあるじゃないですか。そういった時にも今回の考え方すごく役立つと思います。どうしても自分一人で作品を選ぶってなると、自分が書いてて気持ちよかった、気持ちよくなかったとか、字形が気に食わなかったっていうだけでその作品ボツにしちゃう方が多いんですけど、実は審査員からするとそこ大事じゃなかったりとかすることも結構多いんですよ。著作品の良し悪しは字形からは何も別に感じなくって、どこを見てるかっていうと、私が今日お伝えした3つが大きいと思うんで、第三者目線になってそういう観点で自分の作品を選定するっていうのも面白いんじゃないかなと思っています。今回の動画ためになったなと思っていただけましたら、ぜひいいねボタンよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは今日も最後までご視聴いただいて本当にありがとうございました。さようなら。私の書道学校。
書道で人生を豊かに。